こんにちは。この動画では、ブループリントの操作方法について説明します。まずは、ブループリントの作成と保存について説明していきます。最初に、ブループリントデザイナーの上に、保存したい設備を設置していきます。今回は、鉄インゴットの生産設備を保存します。ブループリントでは、レシピも保存されますので、忘れずに設定します。あとは、分配器と合流器も設置していきます。設備の設置が完了したら、E キーを押して設定画面を開きます。設定画面の右は、このブループリントを設置するときの素材コストが表示されています。それでは、ブループリント名に保存するブループリントの名前を入力します。次に、ブループリントの説明に保存する設備の説明を入力します。ちなみに、ここは空白でも大丈夫です。あとは、アイコンを設定します。今回は、インゴットの作成なので、精錬度のアイコンを選択します。背景色も変更できますが、今回はそのままの色にします。設定が終わったら、右下のブループリントを保存をクリックします。保存されたブループリントは、建設メニューのブループリントタブに表示されます。では、設置してみましょう。このように、先ほど保存した設備がホログラムとして表示されます。あとは、通常の設備を設置するときと同じように、左クリックで確定します。次に、保存されたブループリントの読み込みと修正方法について説明します。ブループリントの読み込みは、設定画面の下にあるブループリントをロードから行います。ちなみに、ロードする際にも表示されたコスト分の素材がないと読めませんので注意が必要です。ブループリントの修正が完了したら、先ほどと同じように E キーで設定画面を開きます。あとは、ブループリントを保存をクリックすると上書き保存されます。ここで、ブループリント名を別の名前に変更すると、その名前で新規保存されます。続いて、ブループリントの削除方法について説明します。建設メニューから、ブループリントタブを開き、下にある編集ボタンをクリックします。次に、削除するブループリントの右上にあるアイコンをクリックします。あとは、ブループリントを削除をクリックで削除されます。次は、カテゴリーの操作についてです。まずは、ブループリントタブより編集モードに入ります。次に、カテゴリーを追加をクリックすることで、画面左の未定義と記載されている列に、カテゴリーが追加されます。また、カテゴリーの名称を変更するには、変更したいカテゴリーの右上に表示されるアイコンをクリックして、設定画面を開きます。それから、カテゴリー名に設定したい名称を入力します。あとはアイコンを設定して、適用をクリックすると反映されます。追加したカテゴリーにブループリントを移動するには、該当のブループリントを追加したカテゴリーにドラッグすることで行えます。ついでなので、サブカテゴリーについても説明します。設定画面の上に番号が記載された名称がありますが、これがサブカテゴリーとなります。ここをクリックして入力状態にすると、サブカテゴリーの名称を変更できます。また、サブカテゴリーを追加したい場合は、
下にあるサブカテゴリーを追加をクリックすることで増やせます。それと、ブループリントのサブカテゴリー間での移動もドラッグで行えます。それから、変更を適用を忘れずにクリックして、編集内容を保存しましょう。ここからは補足となります。ブループリントデザイナーの上にアイテムが設置されている場合、ブループリントデザイナーは解体できません。その場合は、設定画面からデザイナーをクリアをクリックして、デザイナー上のアイテムを消去すると解体できます。ちなみに、デザイナーのクリアを行った時に解体で発生した素材は、ブループリントデザイナーに備え付けられたインベントリに入ります。ここからは余談になりますが、ブループリントデザイナーでできないことについて解説します。ブループリントデザイナーの上に設置された設備は、デザイナーの外とは、電線やコンベア、パイプラインは接続できません。そのため、ブループリントデザイナーのサイズ内に設備を収める必要があります。ちなみに、コンベアリフト用の床穴は、デザイナー上に直接設置ができません。なので、コンベアリフト用の床穴を設置したい場合は、土台の上に設置する必要があります。ただし、この場合でもコンベアリフトをつなごうとすると干渉エラーが表示されて、コンベアリフトの設置はできませんでした。なお、ブループリントデザイナーの最大サイズは、縦、横、高さ、ともに32メートルまでとなります。また、ブループリントで作成された線路を並べても自動では接続されないので、設置後に手動で接続する必要があります。こんな感じで、見た目はつながっていそうですが、実際にはつながっていません。それから、ブループリントデザイナー上の設備は、内部に電力源を設置しても稼働しません。そして、コンテナにアイテムを入れても出力されないので、デザイナーを簡易工場としては使えません。ブループリントデザイナーの説明に関しては以上になります。私が知っている内容での説明でしたので、足りない情報や間違っている内容等あればコメントで教えていただければ助かります。それでは、ご視聴ありがとうございました。